はい、じゃあ、カニゴでございます。ということで、本日の食材がこちら。新物のサンマっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。サンマ。ということでね、秋を代表するお魚、真っ先に思い浮かぶのがこちら。サンマでございますよね。秋はサンマ食べないと始まりませんよね。で、もちろんこちら新物サンマです。これ見てください。このピッカピカ。もう取れたてです。持ってダランとしないんですよ。ピーンとしてますよね。これが鮮度のいいサンマですよ。お腹も硬くて、まだしっかりしてます。で、今日はこちらの新物サンマを使って、炭火焼きと新物サンマのお刺身、こちら2品作っていきたいと思います。それでいいタイミングで、朝日さんからこちらいただいちゃいました。僕の一押し商品、朝日スーパードライ工場出来たてうまさ実感パック。出来たての銀色のやつ届きました。またまたいただいてしまいました。なんで今日は銀色のやつと銀色のやつ、コラボでございますよ。間違いなく合いますからね。今からすごく楽しみです。というわけでやっていきたいと思います。さて、そしたらじゃあ刺身から作っていきましょうか。で、サンマのお刺身、実はめちゃめちゃ簡単なんですよ。で、出刃包丁でもできるんですけど、身が柔らかいので、僕は柳包丁とか、あとこういう家庭用の薄い刃の包丁を使ってもらうと、おろしやすいと思います。そしたらまずは頭を落として、で、内臓を抜いてしまいます。ピッと。うわ、めちゃくちゃ新しい。お腹がね、しっかりしてる。こういうサンマはお刺身いけますからね。で、これで一度洗っていきます。はい、このように内臓と頭取れましたら、サンマは大名おろしでいきます。ビビビビビッと。はい、上面外れました。そしたら反対側向けて、反対側も大名おろし。スッと。ギコギコしないで、できるだけ一発でシュッといってください。そしたら腹骨がここについてますので、腹骨をすきます。もうあっという間ですからね、サンマの刺身は。で、ここちょこっと落とします。このお腹の腹骨のところですね。ここをちょこっと取ることによって皮が引きやすくなりますんでね。腹骨をすいて、で、ここら辺で立てて腹もを取ると。はい、そしたらこの状態になったら、皮が1枚ついてますんで、皮引いていきます。ものすごく薄い皮がついてるんですよね。で、サンマの皮の引き方は、頭の方からちょっと薄皮を剥いで、取っかかりを作ります。そしたら、包丁の背の方で、こうやってピッピッピッと、こう持ち上げながらピッ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 と、こんな感じで剥げます。こういう風に剥いでもいいし、僕はね、こう尻尾の方から普通の魚みたいな感じで引く方が得意ですね。こんな感じで。どちらでもお好きな方でやってもらえばいいかなと思います。このギンギンが残った方がお刺身にした時に綺麗なんでね、できるだけこのギンギンを残すイメージで皮引いてもらうといいと思います。で、番外編でちょっと変わったサンマの三枚おろしのやり方紹介したいと思います。サンマの塩焼きって綿がうまいんですよ。僕もね、サンマの綿大好きなんですよ。なんで刺身にする時に綿捨てるともったいないなって思っちゃったりするんですよね。そういう方のための三枚おろしの方法。まず、久しぶりにやるのはうまくいくかな。ヒレの後ろに浅く一本切れ込み入れます。そしたら、半分よりちょっと下、ここら辺から斜めに肛門に向けて、また浅く包丁を入れます。で、ここ腹骨が当たるんですけど、腹骨は切っちゃダメですよ。腹骨を切らないように、浅くお腹の身1枚切るイメージですね。こことここに包丁入りました。そしたらここですね。ここから包丁を1本入れます。で、反転させて、背中の方からも下ろしていきます。そしたら反転させて、反対側も同じように。言いますよ。ここ薄く1本入れて、真ん中よりちょっと下、ここら辺を肛門に向けて斜めに落としていきます。この角度ですね。薄く腹骨を切らないように、1本さーっと入れます。はい、入りました。そしたらお腹の方1本入れて、反転させて、背中の方にも包丁を入れていきます。そしたら尻尾の方から、ビビ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 ッと。そうすると、はい、内臓が出ないで三枚おろしができるんですよ。でこっち側も一緒ですね。ビビ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 ビ。めっちゃ気持ちいいんですよ、これ。綺麗におろせますよね。これが内臓を出さずに3枚におろす方法。で、こっち側はさっきと同じように腹骨引いて、皮引いてお刺身にしてもいいです。で、こっち側を焼けば、身はついてないんですけど、内臓だけ食べることできるんですよ。これね、皆さんチャレンジしてみてください。コツはいるんですけど、慣れれば簡単です。
でしかもこのやり方だと腹骨がこうついてないんですよね。なので腹骨を引く必要がありません。でもちょっとこういう汚れてるところは削った方がいいかもしれませんね。で、あとは皮を引いていくだけですね。ピュッと。そしたら次にこちらの身を氷水が用意してあります。そこにお酢も入れます。氷酢水ですね。そしたらその中に入れて洗っていきます。酢洗いですね。そうするとサンマとか青物独特の血生臭みが消えますんでね、軽く酢で締めてるようなイメージですね。そしたら軽く洗えたら出していきます。そしたら水気を軽く切って、そしたらサンマの中骨、ここに入ってます。で、これを気になる人は抜いてください。こうやってちょっとありますんでね。そんな気にならない方はここを抜く必要ないかなとも思います。僕はあんま抜かないですね。うなぎ食べてて骨が気になるよっていう方は取った方がいいかもしれません。そのぐらいの骨です。それ切るときに僕はそぎ切りにしますんで、骨も断ち切っていきますんで、そこまで神経質に骨抜かなくてもいいのかなと思います。そしたらこちらを切って盛り付けていく。これで片身分です。結構取れますよね。はい、これでサンマのお刺身の完成。綺麗ですね。じゃあ冷蔵庫でこれは冷やしておきましょう。では庭の方に行きまして、こちらのサンマを焼いていきたいと思います。よし、そしたらこの網にこうやってね、軽くすだちを塗る。柑橘系とか酢を塗ると魚の皮がひっつきにくいって言いますよね。くっつく時はくっつくんですけど、気持ちの問題で一応塗っておきます。そしたらそこにサンマちゃんを並べます。4本ぐらい焼きますか。太ってるところね。で、この骨も焼いていきましょう。で、ここにお塩パパパパパパパーっと。サンマはちょっと塩強めぐらいがうまいですよね。醤油とかポン酢をかけて食べる方は塩少なめでもいいと思います。で、全体にうっすら塩をかけていくのが綺麗に焼くポイントですね。塩の振りがまばらだと焼き目もまばらになりやすいような気もしますんでね。はい、こんな感じ。そしたら炭を焚いて焼いていきましょう。そしたら庭に移動したいと思います。はい、移動してきました。そしたら炭を焚いていきましょうか。あいにくの雨模様ですけども、やっぱりサンマは炭火焼きに限るよ。で、皆さん炭焚く時にこういう着火剤とか固形の着火剤とか使う方おると思うんですけど、僕は使わないんですよ。僕も昔はそれめっちゃ使ってたんですけど、ある時こんなんいらないなって気づいたんですよね。もう必要なものはガスバーナーと送風機があれば簡単につくんですよ。で、手順的には炭を1箇所に高く積み上げておきます。全体的にバーっとやるんじゃなくて、1箇所に高くこんもりと。横から見たらこんな感じです。で、この真ん中あたりにガスバーナーで火をつけます。はい、そしたら1箇所だけ炭に火がつきました。で、ここに送風機で風を当てると。そうするとどんどん赤くなっていって、で、パッと離すと、はい、見事に火がつくと。あとはここからじんわりと他の炭にも火が渡っていきます。で、あとは炭をコロコロ変えながらまんべんなく炭に火をつけていくと。これめちゃめちゃ簡単です。もう3分ぐらいで火起こし完了。はい、そしたら炭が炊けました。そしたらサンマいよいよ焼いていきます。網をセット。よし、 OK。もうすでにいい香りがしてきた。お、来た来た来た。これ煙、サンマが焼けてきて、サンマの油が炭について煙が上がってまいります。この煙の匂いを嗅ぐと秋が来たなと感じますよね。で、サンマひっくり返す時にトングとかを使うと崩れやすいんですよね。身が柔らかいから。なので僕はもう一枚網を用意して、ここにもすだちをぬりぬりとして、ある程度裏側が焼けてきましたんで、先ほどすだちを塗った網を置いて、よっとひっくり返す。
で、もう片面も焼いていきます。うわ、ここら辺とか超うまそうっすね。で、裏側もしっかり焼いて、このように焦げ目がつきましたら、サンマの塩焼きの完成。はい、じゃあ表裏きれいに焼けました。こっちもこっちもバッチリですね。あとはこれを剥がしていくだけなんですけどね。よし OK。 そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。いや、綺麗に焼けましたね。こちらが新物サンマの塩焼き。で、こちらが新鮮じゃないと食べれない新物サンマのお刺身ですね。じゃあまずはさっぱりとお刺身からいきましょうか。サンマのお刺身は僕は生姜で食べるのが好きなんですよね。生姜を乗せて2枚ほど贅沢にいきましょう。こちらをお醤油にちょんちょんとつけて、油すごいな。いただきます。うわー、これうめえ。このイワシともサバとも違うこのサンマの香りと甘い油、うまいんだよな。口の中でとろけますね。これサンマはお酒にも合うし、白米とか酢飯にも合うんで、この時期に寿司屋さん行く方はぜひサンマのお寿司食べてみてください。めっちゃうまいですから。うまい。お次は塩焼きですね。上手に焼けてるかな。綺麗に焼けてます。中までしっかり火通ってる。うまそう。じゃあこの背中の方ですね。脂の乗った背中、皮と一緒にいただきます。うわ、うめえ。やっぱ新物はうめえな。ジューシー。脂が甘え。で、僕の一番の楽しみ、ここなんですよ。サンマの綿ですよ。これは大人になってから好きになったな。で、サンマの胃袋はここにあります。いや、サンマの胃袋には結構な確率で鱗が入ってるんですよ。それを鱗綿って言うんですけど、なんで胃袋に鱗が入っちゃうかというと、サンマって網でガサーって取るじゃないですか。その時に網の中でサンマ同士が擦り合わされて鱗が舞うんですよね。で、その舞った鱗が口の中に入ってしまうんですよね。なので鱗が胃袋の中に入っちゃうんですよ。なんでこの付け根あたり、ここら辺はちょっと注意してみてください。結構な確率で入ってると思います。で、これが肝臓ですかね。で、これが腸ですね。で、これがお腹の油の膜。で、特に僕が好きなのはこの肝臓。これがうまい。いただきます。うわ、これなんでしょうね、これ。どう例えないいんだろう。この苦味の中にとんでもない甘みがあるんですよね。そしてこの風味、最高ですね。完全に大人の味ですけどね。サンマの綿が好きだよっていう小学生がいたらびっくりします。そのぐらいビターな大人な味わいでございます。はい、ということで今日はこちらのサンマの塩焼きとサンマのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ、工場出来たてバージョン。キンキンに冷えております。工場出来たてうまさ実感パックは製造からなんと3日以内に出荷されたビールなんですよ。出来たてのやつです。よいしょ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。やっぱり月末にしか飲めない出来たての銀色のやつは格別なんだよな。ほいで銀色のやつとサンマうめえ。最高の組み合わせ。秋感じちゃうね。やっぱりサンマには銀色のやつでしょ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は新物のサンマを使ってお刺身と炭火焼き作ってみましたけども、どちらも絶品でした。それで実食の時にいただいたこちら、工場出来たてうまさ実感パック、
皆さんはもう飲みましたか？この出来たての銀色のやつ、僕も毎月いただいております。気まぐれクック一押しのおビールでございます。こちら毎月月末の火曜日に製造して金曜日に発売するので、製造してから3日以内に出荷されてるビールなんですよ。なので今月は10月の29日の金曜日に発売されます。逆にお店では飲めない、お家でしかいただけないこちらの出来たての銀色のやつ、工場出来たてうまさ実感パックをこの機会に月末の頑張った自分へのご褒美に週末に楽しむのはいかがでしょうか。プライベートでも美味しすぎて飲んじゃうこちら工場出来たてうまさ実感パック、皆さんも飲んでみてはいかがでしょうか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。